青の箱の設置をしていこうと思います。皆さんこんにちは、いっちです。はい、ということで現在僕は池袋に来ています。今回は現在放送中の青の箱の設置をしていこうと思います。実はね、青の箱聖地があるらしいんで、今回はそちらの聖地を巡っていこうと思います。それでは早速行きましょう。今回は東京に存在する6つの聖地を巡ってきました。どの聖地が登場してくるのか、ぜひお楽しみください。最初に訪れたのは池袋です。ここはアニメ5話で大輝と千夏が水族館に訪れた回で登場してきました。それではモデルとなった水族館に向かいましょう。池袋駅から徒歩8分ほど、サンシャイン60通りを通り過ぎ、こちらのサンシャインシティ内にモデルとなったサンシャイン水族館があります。本来ならね、水族館にちょっと行くべきなんですけど、普通にね、ちょっと今ぼっちで、僕いつもぼっちなんですけど、ぼっちでね、水族館なかなか精神的に来るんで、今回行かないです。ぜひ皆さんはね、友人だったりとか、彼氏、彼女さんとね、水族館で巡礼してみてください。水族館で巡礼もちょっとおかしいか。まあね、ぜひね、皆さんは行かれてみてください。続いて、雑司ヶ谷駅にやってきました。ここには、大輝と千夏がバドミントンをしていた公園が実在するので、見に行きましょう。目白通り沿いの道を東へ進むこと数分。はい、ということで、こちらの公園ですね。公園に到着したので、ちょっと公園の中見ていきましょう。いや、結構、作中と似てますね。ちょっとお見せしますね。こちらは文京区立目白台一丁目遊び場という公園です。こちらの公園はアニメ3話で大輝と千夏がバドミントンをしていた公園です。こいつこの遊具あれじゃないですか。作中でも出てきてましたよね。ここじゃん聖地。犬かな、犬の遊具。実在するんだ。ここが聖地っすね。じゃあここでね、2人がバドミントンやってたんですかね。いやでも結構作中でもなんか奥の方てか高い敷地からだったんで、ここで結構一致度高いんじゃないですか。ちょうどね、夕方ぐらいにね来ればいい感じの景色が見れたんじゃないでしょうか。奥の方に見えるマンション等の建物も作中で登場してましたよね。見晴らしも素晴らしかったです。せっかく聖地来たんで、ちょっと一人でねエアバドミントンしますどういうこと。結構ここね、人通り多いんですよ。そこ向こう道路沿いなんでめっちゃ恥ずかしいし、何やってるんだろうなって、はい、孤独な時間でした。でもここね、普通になんかバドミントン普通にできそうな場所なんでね、ぜひ友人か恋人とね訪れた際にやってみてください。今回僕はぼっちでの巡礼だったんですけど、この公園は普通にバドミントンできるぐらいの広さはあるんで、ぜひ巡礼で訪れる際はバドミントンしてみるのも面白そうですね。続いては板橋にある下板橋駅にやってきました。こちらにも徒歩で行ける距離に聖地があるので巡っていきましょう。ちなみにまだアニメでは登場していない場所です。訪れたのは子安神社です。原作で神社に訪れる描写があり、おそらくここがモデルになっているんじゃないかと言われています。ここの風景がまさしく原作そのまま。一致度高えですね。
こちらの小安神社は安産、保育、家内安全のご利益がある神社だそうです。巡礼の際は他の参拝者のご迷惑にならないようご注意ください。続いて下板橋駅から一駅離れた大山駅にやってきました。駅のすぐ近くにあるハッピーロード大山商店街が聖地となっています。下校シーンなどで登場してくる商店街のモデル地です。今回平日に訪れたんですけど、予想してた以上に人が多かったので撮影はほとんどできませんでしたね。ちなみに作中でちらっと登場していたお店はこちらの石川園茶舗さんです。緑色の看板が目印です。アニメではまだですが、先ほどのお店のすぐ近くにあるスーパーミラベルは原作で登場していたスーパーです。こちらも巡礼の際に立ち寄ってみてください。はい、ということで続いてはね、大山駅から一駅離れた、中板橋駅に聖地があるんでね、巡っていきましょう。ちょっとね、雨が降ってきてるんでね、なるべく早めに巡礼します。歩いて行ける距離にあったので、続いての聖地には歩いて向かいました。最寄り駅は中板橋駅ですけど、大山駅からも歩いて行けます。こちらが聖地となった場所です。風景描写の際にちらっと登場してきた場所です。ちらっと登場していたコンビニですが、作中と見比べてもほとんど同じですよね。マジで傍から見たらただのコンビニなんだよなまあそれもね、聖地になるんですからね、面白いですよね。はい、でですね、中板橋駅の付近にはもう一つ、聖地になった場所があるんで、そちらの方にね、最後向かっていきます。ちょっとね、雨やばいんでなるべく早めに行きます。それでは最後の聖地に向かっていきましょう。先ほどのコンビニから徒歩10分ほどの距離にあります。こちらの石神井川沿いが聖地の付近です。このアングルが作中の風景描写で登場してきた場所ですね。電車が走っている描写がありました。アニメだと夜の風景になっていたので少し分かりづらいですかね。近くにあるママ下橋が目印です。撮影はママ下橋の後方から撮っていました。以上が青の箱の聖地巡礼でした。今回はね、アニメで登場してきたところをね、メインに巡礼してきました。ぜひね、皆さんも今回の動画参考に訪れてみてください。いやー、僕はね、今回ぼっちで巡礼したんで、ぜひ皆さん友人だったりとか、恋人とかと巡礼してみるのがね、いいかなって思います。千夏たちのね、青春の場所を巡ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。See you!